大学を卒業するときに、キャンパスグレードのスタッフになるということになってたんですね。そしたらそれを、うちの家族が大反対しました。特にうちの父親は小さな会社をやってたので、言ってきたのはですね、その小さな会社を継いでほしいと。こう言ってきたんですね。もう私は検診室務めでしたから、すぐきっぱりと断りました。で、私は伝道者になると。こう言ったんですね。そしたらね、出てけってことになったんですね。で、私はもう面白い、出てってやろうと。まあそういう話になってですね、まあ、大学卒業とともに出ていくと。そういう形になったんですね。そうしましたら、都合の悪いことが起こっちゃって、病気になっちゃったんです。で、大病になっちゃったんですね。具体的に。それ以降ね、生きるか死ぬかの状況になってきましたけどもですね。そうするとね、出ていけないんです。私、祈りました。なんでこの時に、これ証にならないじゃないですかって。出ていくって献身したのにね、結局、親の面倒にかからないといけないと。で、祈ったんですがね、後になってその理由は分かったんですけどもですね、結局そのままね、就職できないで、入院生活とか療養生活とともにですね、うちに厄介になるという最悪の時代に入ったのです。キリスト教大反対のうちにですね。そしたら、そら見たことかって言ってですね、で、うちの母親はね、言葉が強い。あんだけギュッということを言う人を聞いたことない。で、1日2時間、約2年近く、その、マジ雑言は言われ続けたわけですね。で、言われ続けた結果ですね、批判中傷に強くなった。後の批判中傷に対する免疫ができましたよね。そしたらうちの母親が言うんですね、偉い人に電話かけたと。なんかね、その当時ラジオ相談があったみたいで、うちの息子がね、宗教狂いになったからどうしたらいいかって聞いたみたいなんですね。そしたら、ほっときなさいって言われたらしくて、頭が冷えればまともになるって言われたらしくて、そう言われたとかなんか言ってですね、まあですね、キリスト教は死にですから頭が冷えたら余計真剣になりましたけどですね、そういう状況になったのですね、どうしてこういう状況なのだろうと思いましたけども、まあ、マーリンさん知ってましたら感謝をしてましたし、特別なことがあるんだろうと、こういうふうに思ったんですね。そしたらある時ね、悪行像を言われた時にですね、私がね、笑ったんですよね。そしたらね、悪行像を言っていた私の母親が突然変わったんです。なんて言ったのかというとね、こんな笑顔を見たことはないと。変わったんですね。それが変わっちゃったの。その直後、うちの父親も救われてですね、二人ともね、イエス様を信じるようになっちゃった。そしてですね、私が進学校行く時にはですね、進学校行くのを全面的にバックする形になってきたんですね。で、家族に対するね、神の技が起こったんです。具体的にですね。で、その時にちょっと感じたのはですね、なぜあなたはあの時病気になって都合悪いことに親の面倒にかからないといけない状況になったのかっていうとですね、あ、そのためであったなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。そうしましたらですね、後年ですね、一つの石っていうコンピューター会社をね、スタートすることになったんですね。で、その時に、会社はないんです。会社はスタートするためにお金が必要なんですね。大変な状況だったんですね。そしたらちょうどその時にですね、うちの父親が後継者がいないので、会社をね、解散するってことになったんです。で、業種は一緒なんですね。
私ね、言ったんですね。これはいいと。すごいと。そしてね、言った内容は何かっていうとね、会社くれって言ったんだ。そしたらうちの父はね、もう解散するだけだから、会社は存続するわけだから、くれるって言ったんだ。でそれがね、一つの意思になってるんですね。でこの時にね、主の摂理を褒めたたいたんですね。理由は何かというと、私が後継者になるはずだったでしょ。断ってダメになった。で結局ね、形はどうあれ私が後継者になった。で、神様の深い計画を見て驚きました。で、その後ですね、場所があるから、そこに一つの石じゃなくて、雲虹と、なんだっけ、三越新聞がですね、同居するようになったんです。ですから我々の働きのですね、基地になってるんですね。でそれを見たときにですね、不思議な神様の導きと、それから不思議な神様の手と技を見てね、主を崇めています。感謝したいと、こういうふうに思います。その時にはね、どうして起こるのかよく分かんなかったんですけども、見事な主の技を見ます。で皆さんね、主に従ってください。感謝してください。神様は皆さんを愛しているから、特別な祝福を持ってね、望んでくださるということをね、覚えていただきたいと思います。